どうも、です。私、サンブレイク発売から今まで片手剣ずっと使ってきて、新技の使い方とかおすすめの入れ替え技構成とかがだいぶ固まってきたので、今回はそこら辺の解説をしていきたいと思います。まずこの動画2パートに分かれていて、前半でサンブレイクで追加された片手剣の新技の解説をした後に、後半でそれを踏まえたおすすめの入れ替え技構成について紹介します。じゃあやっていきましょう。はい、ということでまず新技紹介ですね。サンブレイクでは片手剣に3つの技が追加されました。剣2連切り、シールドバンプ、銃撃の陣役ですね。順番に見ていきます。はい、まず剣2連切りです。こちらなんと悪名高い剣立てコンボとの入れ替え技です。X コンボの3回目で出るこの攻撃との入れ替えですね。入手条件はマスターランクに入ってすぐです。で、この剣2連切りがめちゃくちゃ強いというかめちゃくちゃ便利です。個人的にはサンブレイクの片手剣で一番大きな追加要素だと思います。モーションはこんな感じで、名前の通り剣で2回切る攻撃です。この攻撃の一番大事な点として、出す際に360度好きな方向に向きを変えられます。片手剣ってもともと相手の動きに追従して殴り続けることが得意な武器なんですが、この技のおかげでそのモンスターへの張り付き性能がさらに強化されてます。例えばこの場面なんですが、ここでシャガルマガラの頭がまず目の前にあるので、水平切り切り返しで殴って、でここで剣2連を方向転換して出すことによって、この移動していくシャガルの頭に追従してコンボを止めることなく殴り続けたりっていうのができます。コンボの途中で柔軟に殴る位置を調整できるって感じですね。でこの剣2連は X ボタン3回目で出る剣立てコンボとの入れ替えとなってるんですけど、実際には剣立てコンボとは別のモーションからでも出すことができます。これちょっと入れ替え技としては変わってますね。具体的には A ボタンの水平切り切り返しコンボの後、もしくはハードバッシュコンボの2回目の後に出すことができます。特にこの A コンボの水平切り切り返しから出せるのがかなり強くて、使用頻度もかなり高いです。さらに剣2連切りコンボからまた水平切りを出すこともできるので、こんな感じで AAX でずっとコンボを続けることができます。これもかなり優秀なコンボです。さらにこの剣2連切りから X プラス A でモーション値がかなり高いつむじ狩りにつなげることもできます。ただつむじ狩りからは派生がバックステップしかないので、コンボの締めに使うといい感じです。ちなみにこの剣2連切り、実は1回目の攻撃が終わったタイミングでローリングでキャンセルすることができます。バックステとかはできなくてローリングのみですね。はい、以上が剣2連切りについての紹介でした。繰り返しになるんですけど、この剣2連切り非常に優秀で、かつ入れ替え元の剣立てコンボはかなり弱くて使いどころのない技なので、ここは常に剣2連に入れ替えておきましょう。剣立てコンボのことはもう忘れてしまって大丈夫です。はい、続いて片手剣の新技2つ目、シールドバンプですね。こちらは鉄柱試技で飛び影との入れ替え技になります。こちらもかなり便利な技になってます。まず発動するとこんな感じでスティックを入れた方向に勢いよくダッシュして一定距離進むか、もしくはモンスターに当たると止まります。でモンスターに当たった際はこのように打撃属性の攻撃となります。シールドバンプ後の派生ですが、モンスターに当たったか当たらなかったかにかかわらず、縦切り、水平切り、回転切り、回避、もしくはバックステップにつなげることができます。この派生は普通の剣攻撃からの派生と大体同じですね。そしてダッシュ中はこんな感じで盾を構えていてガード判定があります。ガードした攻撃に対してガード性能が十分な場合にはこんな感じでガードしながら進み続けることができますが、リアクションが大きくなるとこのように途中でガードモーションに移行してしまいます。無視消費は1でクールダウンは10秒です。入れ替え元の飛び影が6秒なので、それよりは少し長くなってます。でこのシールドバンプの使い方なんですが、基本的には戦闘中に離れていってしまったモンスターに追従していくために使います。で他の武器にもこういうダッシュ系の虫技っていくつかありますが、それらと比べてもシールドバンプは移動距離がかなり長くて、かつ発動も結構早いです。なのでモンスターについていく能力っていうのがかなり高くなってます。それに加えてこの技コンボのどこからでも出せます。普通は派生が限られるつむじ狩りからも出せます。かつ発動時に360度方向転換可能なのでかなり便利です。こんな感じでコンボの途中でモンスターが離れていってしまった時って、他の武器だとまずモンスターを追いかけて、そして攻撃って感じで2ステップ踏む必要があったりするんですけど、片手剣はシールドバンプを使えばモンスターを素早く追いかけつつ攻撃、さらにコンボを続けるって感じで隙間なく殴り続けることができます。ちなみに突進中のガード判定については、片手剣はもともとガード性能が低いので、このガードを生かそうとかはあんまり考えない方がいいと思います。あくまで保険くらいに考えておきましょう。はい、最後に紹介する新技は銃撃の陣役です。残念ながらこの技悲しみを背負ってます。まずこちらは風車滅昇竜撃との入れ替え技で、発動するとこんな感じで軽く攻撃をしつつ剣に何かを塗ります。でこの後45秒間剣を使った攻撃に 1.2 倍のひるみ補正および 1.2 倍の V 破壊補正がつきます。無視消費は1でクールダウンは15秒です。
はい、以上です。こちらの技、今のところほとんど使う価値がない技になってます。で、その理由なんですけど、大きく分けて3つあると思っていて、入れ替え元が滅生龍撃、風車ともに優秀、あとダメージに寄与してくれない、あと効果時間短すぎって感じで、あんまり使う意味はないです。なのでこの技はとりあえず忘れてしまって大丈夫です。はい、新技の紹介は以上で、ここからは新技の解説を踏まえたおすすめの入れ替え技構成ですね。こちらについて話していきたいと思います。まず結論からいくと、迷ったらこの構成にしておけば大丈夫です。突進切り、ハードバッシュ連携、剣利連コンボ、滅生龍撃、シールドバンプですね。で、ここから一つ一つの入れ替え枠について見ていきたいんですけど、まず剣利連コンボですね。これはもう入れ替え技じゃなくて完全に固定でいいです。剣立てコンボが剣利連コンボに勝っているところって全くないので、この枠は装備やプレイスタイルには関わらず固定で大丈夫です。で、次、突進切りとハードバッシュ連携ですね。これについては諸説あるとは思うんですが、僕はこの2つもほぼ固定でいいと思ってます。まず突進切りなんですけど、これの入れ替え候補が滑り込み切りってやつなんですけど、この技がめちゃくちゃ癖が強いんですよね。うまく使うと敵の攻撃いなせたりしてかっこよくはあるんですけど、使いこなすのは結構難しいので、こだわりがなければまずは使いやすい突進切りでいいと思います。次にハードバッシュ連携なんですが、これの入れ替え候補のうがち切りは今のところあんまり使い道がないです。うがち切りも多段ヒットで情報の属性補正があって属性との相性はいいんですけど、いかんせん出すためにシールドバッシュを挟む必要があるっていうのと、うがち切り後の派生がつむじ狩りしかないので DPS 的にはそんなに高くないんですよね。で、結局属性武器を担いでいても回転ループとかそこら辺の普通の剣攻撃を使っていった方が強いです。それに対してハードバッシュ連携の方はスタンチを稼いだり、あと前に進みたい時とかに便利なモーションでして、これは属性武器を担いでいても要所要所で使っていけるものになっているので、この枠もこだわりがなければほぼハードバッシュ連携固定でいいです。はい、最後に滅生龍撃とシールドバンプについてなんですが、これはどちらの枠も入れ替え候補が結構優秀なので、モンスターによって選択、もしくは戦闘中に早替えで両方使うって感じになります。まず滅生龍撃は入れ替え候補が風車と銃撃の陣役なんですけど、銃撃の陣役は置いといて風車も結構優秀です。個人的にはスタンが取れるのが大きいので、僕はほとんど滅生龍撃にしてるんですが、滅生龍が当てにくい相手、例えば青柱とか大名槌とかには風車にしたりします。あとシールドバンプも入れ替え候補の飛び影がなかなか優秀で、離れていってしまったモンスターを追うっていう使い方だとシールドバンプの方がいいんですが、飛び影は派生のホールバッシュがかなり強いです。なので個人的には基本的にはシールドバンプにしておいて、例えばよく飛ぶレウスとかに対しては飛び影を使うって感じで使い分けてます。はい、ということで片手剣の新技とおすすめの入れ替え技構成について話しました。参考になりましたでしょうか。サンブレイクでモンスターの張り付き性能が大きく強化されて属性もかなり強くなった片手剣、使っていて非常に楽しいので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。